そのピュアな気持ちでこの大地に降り立とう。こんにちは。アナスタシア響き渡るシベリア杉シリーズを読んで一族の土地を整備中のたかしです。今日は一族の土地、そして、祖国について、少し説明しようと思います。まずはじめに、皆さんのコメントお待ちしております。この一族の土地という放送は深すぎて、僕一人では、理解しきれないので、ぜひいろんな方々のコメントをいただきまして、それによって初めて知る人も、いろんな皆さんの意見を見れて、より一族の土地についての理解を深めることができたらいいなと思っております。読書についてなんですけど、同じ本を何回か読んでると、その時々で、あれこんなこと書いてあったっけっていうことがあったり、キャッチしてくる部分って、いろいろだと思うんですよ。で、これはもうみんな人それぞれ多分読み取る部分って違うと思いますし、で、その人のその時の状況によっても、同じ文章を読んでるのに入ってくる部分、キャッチする部分っていうのは違くなると思うんですよ。なので、やっぱりいろんな人のアナスタシアっていうのが集まることによって、より詳細にこの一族の土地という放送を理解できるんじゃないかと思ってます。ですので、皆さんのコメントお待ちしております。よろしくお願いします。アナスタシアをまだ読んでない方々が、この動画を見たときに、一族の土地とか祖国っていうのは一体何なんだというふうになる方がいらっしゃると思いますので、今日はその説明をしていこうと思います。まず、この一族の土地、祖国という放送が初めて出てくるのは、アナスタシア10巻ある中で、4巻で初めて登場してきます。で、4巻で初めて登場する放送なんですけども、このアナスタシアシリーズ全体を通しての一番メインの考え方、放送、思想という風になってます。で、一族の土地、それから祖国というものについて、一番最初に本に書かれている言葉は、4巻の後半に出てくるんですけども、本の中では、人々よ、自分の祖国を取り戻して、という言葉を皮切りに、そこから、祖国、一族の土地というビジョンが展開されていきます。で、僕たち日本人が祖国と聞いて、パッとイメージするのは、日本が祖国かなと。祖国と言われたら日本かなっていう風になると思います。この本の中で言ってる祖国っていうものは、もうちょっと小さいイメージで、自分たちが大地とつながる、その一点、大地とつながろうとする思い、意識を持って大地と関わろうとする最初の初めの一点。で、その一点から広がった広がりの場所のことを祖国というふうに言っています。一族の土地というものの具体的な条件というかスペックなんですけども、大きく言うと2つだけありまして、1つ目が1エフクタールという広さですね。2つ目がすべて愛を持って整備していくっていうこの2点だけです。大きな括りとしては。はい。まず広さについてなんですけど、本の中では、例えば1ヘクタールの半分の 5R の広さだったら、一生懸命働かないと維持できないというふうに書かれてるんですよ。で、これは僕はまだ体感してないんで、実際に経験してないんで、正直わからないんですけど、ただ、この一族の土地っていう構想にすごく惹かれて自分で1ヘクタールの土地を持とうと思った時に、やっぱり本の中で 5R だったら一生懸命働かなきゃいけなくなって書かれてるのに、例えば、5R の土地をゲットしたとしましょう。で、20年後、30年後に実際にやってみて、やっぱり 5R だと少なかったっていう風になっても、後から修正するのはすごく大変だと。で、その20年、30年、無駄にはならないでしょうけど、リスクが高いかなと思って、ここは素直に、1ヘクタールっていう書いてあるので、それに従って僕は1ヘクタールの土地を購入してみました。はい。次、すべて愛を持って整備するというところなんですけど、これについては、人間の生まれ方ということについて説明しないといけないと思いました。この本の中で、完全な人間の生まれ方、完全な人間の創造の仕方、それについて書かれているところがありまして、
完全な人間を想像するために3つ条件があるらしいんですよ。まず1つ目が最初に2人で子供を意識でイメージするということですね。これが1つ目。で、2つ目が夫婦2人で作った愛の空間の中で母体はとつきと過ごす。なるべく過ごす。っていうことが2点目です。で、3番目がこの生まれてくる子供のために整備した愛の空間。そして母体が過ごす安心したこの愛の空間。そして実際にこの世の中に子供が生まれてくる場所。この3つが同じ場所であるっていうこと。で、この3つが整った時に初めて完全な人間が生まれてくる。完全な人間を想像することができるっていうふうに本の中に書いてあります。これもやっぱり経験してないので、僕はもう正直わからないですけども、一つ言えることは、これを読んだ時に、ものすごくなんて美しいお話なんだ、なんて美しいストーリーなんだって思ったのと、そして実際に自分も経験してみたい、体験してみたいっていう思いがすごくたくさん湧いてきました。で、そのために僕は、今土地を買って、1ヘクタールの山林を購入して、そこを愛を持って整備しようとしています。はい。で、この1ヘクタールという広さと全て愛を持って土地を整備していくっていうこの2点が大きな柱なんですけど、その他にも小さい項目が何点かありまして、1ヘクタールの土地の中の半分以上は森にするっていうのと、家族全員分の食べ物を確保できる。やっぱり自給自足ってことですね。それから、300種類以上の植物や木々を植えるというのがあります。で、それから、2アールぐらいの池もあったらいいよと書いてあります。はい。この祖国一族の土地という構想なんですけど、かなり奥が深いものになってます。で、僕は、正直、自分の実感として半分も理解できてないんじゃないかなっていうふうに思っています。本を読み進めていくと、だんだん分かってくるんですけど、この一族の土地を持つ祖国を整備するっていうことをすることによって、地球全体が良くなる。人間もより純粋に身体ともに健康になる。そして地域、そして国、そして地球全体も全てこのいい方向に向かっていくというデザインになってます。で、この辺すごく深くて複雑なんで、僕自身は説明できないんですけども、そこをやっぱり、皆さんのコメント欄で保管できたら素晴らしいなと思ってます。なので、ぜひご協力よろしくお願いします。一応その僕の理解している範囲で説明してみますと、全てを解決できるデザインになっているっていうことは、今のこの社会の悪循環とか、今のシステムの悪いところの大元の原因を抑えてるっていうことが言えると思うんですよ。この大元の問題っていうのは何かって言ったら、ズバリ人間は退化しているっていうことなんです。で、本の中では人間の意識のスピードが遅くなっているというふうに書いてあります。で、今現在、地域を良くする、国を良くする、地球を良くするというアプローチのいろいろな方法論、いろいろなメソッド、いろいろなテクニックがあると思うんですけども、根本的に人間の意識が変わらないと、どんな方法論を試してみてもあまり変わらないよというふうに本には書いてありました。で、この一族の土地を持つ、で、祖国を整備するというビジョンの中に、人間の意識を根本的に変えていくというふうなシステムが盛り込まれています。はい、そういうふうにデザインされています。で、具体的な方法で言うと、アナスタシアの種の植え方っていうのがあるんですけど、その種の植え方をすることによって人間がより健康になりますし、意識もよりピュアに洗練されていくというふうに書かれています。僕もちょっとやってみました。ここ3年ぐらいは、自分でアナスタシアの種の植え方で種を植えて、で、それで採れた食べ物を食べて、で、また種を取って、その種をまた植えるっていうことを、ここ3年ぐらいサイクルやってるんですけども、一番最初そのアナスタシアの種の植え方で植えてみた時のお話です。実際に種を植えてみたんですけども、もうなんか3日目ぐらいで、周りのこの自然との距離がすごくなんか近くなった感覚がすごくして、なんか3日目ぐらいに朝、この畑にパッと行った時に、あれって思ったんですよ。なんかいつもとこう感覚的に違うぞと。で、それがその、
なんか、どうもその、周りのこの自然の見え方が違うなと思って、いつもとこの、見える感じ、感じてる感じがいつもともう違うんですよ。で、それをよくよく考えて言葉にしようとしてみたら、やっぱりその近くなったっていう感じが一番、言葉として近いのかなっていう感じが僕はしました。はい。で、やっぱりその自分でアナスタシアの方法で植えた種で収穫した野菜を食べると、やっぱりもうめちゃくちゃ美味しいですし、で、ちょっとこう、例えば、仕事がすごく忙しくて、外食が続いてたりして、体調がちょっとしんどいなっていう時でも、ちょっとその庭の葉っぱをちぎって食べたりするだけでも、なんかこう、シャキッとする感じがすごくしましたね、僕は。はい。で、この地球をいい方向に変えられるっていうデザインになってるっていう話なんですけど、もっとすごいわかりやすいことって言っても、単純にこの半分以上森にするっていう1ヘクタールの土地がたくさん増えていったら、普通にその森が増えますよね。地球全体で。もうそれだけでもわかりやすく環境問題解決の方向になってるなと思います。はい。で、僕の場合は資金的な問題もありまして、山林を購入して、今、ここがうちの一族の土地なんですけど、ここを整備しています。ですけども、アナスタシアの本の中には、そのみんな今住んでるところを捨てて森に入りなさいとは書いてないです。逆に、今住んでいるところを捨ててどこかに行くべきではないというふうに書いてあります。やっぱり今まで汚してきた環境をきれいに浄化していかなければいけない。今住んでいるところをまずきれいにしなさいというふうに書かれています。やっぱり山林を購入して、今生えてる木を切ってこう整備するよりも、やっぱり都会の近くとかで、荒れたところ、荒れ地に森を植えていく方がよっぽどやっぱり意義深いですよね。で、本の中にもやっぱりそっちの方が意義深いことであるというふうに書いてあります。で、この本はロシアの本なんですけども、ロシアではもうすでに祖国コミュニティというものが300個以上ありまして、もう3万人以上の人が一族の土地でもうすでに暮らしています。はい。で、このムーブメントは結構世界中に広がってまして、もちろんアメリカとかヨーロッパ、アジア各国でも祖国コミュニティというものがちょこちょこできつつある現状です。日本でも最近100家族規模の祖国コミュニティがそろそろできるっていうお話を聞きました。これから日本でもどんどんできていくんじゃないかなと思ってます。はい。以上が一族の土地、それから祖国というものについての説明です。僕一人では、とてもこの構想は深くて読み取れないので、皆さんのコメントをお待ちしております。皆さんのコメントで、より深くみんなで理解できたらいいなと思ってます。コメントご協力ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。